Hi, it's Lily. Happy Friday. How are you today? 皆さんお元気ですか？今日は文化の話をしましょう。皆さんは外国人と話すとき、知らずに不快な思いをさせていませんか？悪気が全くなくても文化や言葉の違いで外国人に不快感を与える日本人の言動は実はたくさんあります。今回は日本に観光している外国人や日本在住の外国人に不快な思いをさせる日本人の言動5つご紹介したいと思います。今回の内容は外国人の友達や知り合いに協力してもらいました。主に欧米の方々の視点から話していきます。私の実体験もいろいろシェアしていきたいと思います。この動画はいろんな国や価値観を共有するための動画であって、日本人を見下したり責めたりするつもりは一切ありません。これからもっとスムーズに外国人と会話ができるようにお役に立てたらなと思ってこの動画を作ることにしました。では早速、外国人に不快感を与える日本人の言動について話していきましょう。最初にご紹介する外国人に不快感を与える日本人の言動はこちらです。鼻が高い、顔小さいなどなど外国人の容姿を指摘するようなフレーズです。多くの日本人は初めて出会った外国人にこのようなコメントをします。褒め言葉のつもりでも欧米の方の方でしたらそのように受け取らない場合が多いです。Why? 普通のことじゃんと思うかもしれません。ちょっと外国人の視点から見ていきましょう。特に欧米の方でしたら初めて会った人でも長く知っている人でも相手の体についてコメントしたり話したりしません。どっちかというと相手が身についているものや持っているものについてしか話しません。例えば Nice shoes だったり I love your hat などは言いますが Your face is so small Your nose is so tall Your skin is so white などなどは言いません。どっちかというとそういうフレーズはマナー違反ですね。褒め言葉のつもりでも相手の体の話をするのは失礼です。そういう文化で育った外国人が日本に来た時大変びっくりします。背が高いね、顔が小さいねなどなど毎日のように言われます。外国人に慣れてなかったり純粋に憧れているから日本人は褒め言葉として言うと思いますが、多くの外国人はそのように受け取りません。どっちかというと体の不具合や特徴などが指摘されているように感じる外国人が多いと思います。相手にどのように伝わるかわからないのであんまり最初からそういうことを言わない方がいいと思います。外国人ともっとスムーズに会話したい人はちょっと注意した方がいいと思います。じゃあリリーは日本育ちだけど正直どう思う？子供の頃から何百回も何千回も言われてきたので正直に慣れています。言っている日本人側の気持ちも理解できるのでそんなことないですよと日本人らしく答えます。顔小さいねって本当によく言われるのでそんなことないですよ、体が大きいだけですと答えることもあります。言われるより言われない方がいいですが自分の中ではどっかで言われるのが当たり前だって受け入れていると思います。皆さんの場合はいかがでしょう？海外に行って体や顔のこと指摘されたことはありますか？ぜひコメントの方でお聞かせください。では2つ目にご紹介する外国人に不快感を与える日本人の言動はこちらです。日本語がペラペラでも全く話せなくても日本語上手だねとすぐに褒められることです。このようなフレーズは外国人全員が嫌うわけではありません。日本語勉強中の方や日本に来たばかりの人は日本語上手だねと褒められたら嬉しいと思います。このようなフレーズを嫌う外国人は何年も日本に住んでいる方や長く日本語を勉強している方です。上手に話せても全然話せなくても同じように日本語上手だねと褒められるので適当に言ってるように感じたりちょっと上から目線に言われてるように感じる人もいます。ちょっと上手に説明できないかもしれないですけど大人の人に一人で聞かれたの？すごい！一人で運転できるの？すごいって言われるような感じかな。できて当然なものをただしてるだけなのに褒められるっていう感じかな。
ちょっとバカにされてるように感じる人がいますね。素直に外国人の日本語力に感動して日本語上手だねと言いたい気持ちは分かります。ただし日本語が話せる外国人がいて当たり前の時代なので、日本語で自己紹介ができるだけでわあすごい日本語上手だねと褒める必要がない気がします。私の意見ですけどね。日本語上手ではなく何年日本に住んでるんですかに変えて聞いた方が相手に嫌な思いをさせず会話がスムーズに進むと思います。じゃあリリーはどう思うの？これもよく言われますね。日本で生まれ育ったので逆に上手じゃなかったらまずいですよね。でも言われるとちょっとまだ言われちゃうレベルなのかな、まだこの外国人の枠に入れられてるのかな、まだ外の人間この外人のままかっていうようにね感じることがあります。まあでも外見とのギャップがあるので外国人のカテゴリーに入れられるのはもうしょうがないっていうのは理解してます。それを言っている日本人は私と頑張ってコミュニケーションを取ろうとしているのももちろん理解しているので、その気持ちはとっても嬉しいです。では次にご紹介する外国人に不快感を与える日本人の言動はこちらです。なかなかアイコンタクトを取らないことです。もちろん全ての日本人の話ではありませんが、一部の日本人はなかなかアイコンタクトを取らないですよね。多くの国では会話をするときアイコンタクトを取るのが一般です。アイコンタクトは信頼関係やコミュニケーションに重要です。アイコンタクトが当たり前の国から日本に来た場合、ちょっと驚くそうです。英語では Eyes are the window to the soul、 目は心の扉というフレーズがあるぐらい欧米の方ではアイコンタクトが重要です。じーっと目を見つめる必要はないですが、話している時や話を聞いている時になるべく目を見ることによって話を聞いてくれているこの人は信頼できると感じるので、より良いコミュニケーションが取れると思います。いきなり外国人とアイコンタクト取るのが恥ずかしいなら、日本人と話している時にちょっと意識して慣れるといいと思います。ではリリーはアイコンタクトについてどう思う？実はあまりアイコンタクトが取れない時期もありましたので、あまり取れない人の気持ちはよくわかります。このチャンネルの最初ら辺の動画を見るとすぐわかると思うんですけど、このカメラとアイコンタクト取るのがすごい苦手でした。今は慣れたのでしっかりアイコンタクト取れるようになりましたが、最初は本当に恥ずかしかったです。アイコンタクトって難しいですね。簡単そうでなかなか取れない時もありますよね。皆さんはいかがですか？アイコンタクト取れますか？ちょっと難しいですか？ぜひぜひコメントで教えてください。では次にご紹介する外国人に不快感を与える日本人の言動はこちらです。国籍関係なく外国人だったら英語で必ず話しかけられることです。もちろん英語を話せる外国人は多いですが、話せない外国人もたくさんいます。外国人を見かけたら多くの日本人はその人の国籍関係なくとりあえず英語で話しかけます。レストランなどでも英語が話せると外見だけで判断し、日本語のメニューではなく英語のメニューを出します。観光客の場合これは全然気にならないと思いますし、逆に嬉しいと思いますが、長く日本に住んでいる英語が話せない外国人の場合結構不快に感じる人が多いみたいです。なんで？親切に英語で話しかけてるだけじゃんと思うかもしれません。ちょっと想像してみてください。もし日本人が米国に住んでいて出かけるたびに中国語で話しかけられたらどう思いますか？中国語で話しかけられたら同じように感じると思います。人の外見で英語が話せるだろうと決めつけず、ここは日本なのでとりあえずは最初は日本語で話すべきだと思います。もし本人が日本語が分からず英語で答えてくるようでしたら、そこで英語に変えればいいじゃないですかね。確かに英語を話せる外国人は多いですが、外国人はみんな英語が話せるっていうような偏見はちょっとなくした方がいいと思います。さっきも言ったようにここは日本なのでとりあえずは日本語で話すべきだと思います。どう思いますか？ではリリーはどう思うの？私は英語が話せるので全く気になりません。ただし日本語が話せるって伝えても相手が英語でバンバン来るならちょっと嫌です。もちろん日本に住んでいる場合あまり英語を話せるチャンスはないっていうのはもちろん分かってますが、買い物中など誰かの英語の練習台にはされたくありません。皆さんの場合はいかがでしょう？海外に行った際
中国語など話せない言語で話しかけられたことってありますか？ぜひコメントの方で教えてください。では最後の外国人に不快感を与える日本人の言動はこちらです。初対面でも結構パーソナルなことをガンガン聞いてくることです。何歳？独身？タイプは？給料は？などなど、こういった質問よく聞かれます。私自身も知り合いの外国人も結構ガンガン聞かれますね。会話が弾むためにいろんな質問を聞くのはとってもいいことですが、最初からあまりグイグイね聞かれるとちょっと低い人は多いですね。オープンな人もたくさんいるし、プライバシーを大切にする人もいるので、とりあえず最初はパーソナルな話をちょっと避けた方がいいかもしれませんね。最初は無難な What do you do for a living? だったり Are you into sports? とかにした方がいいと思います。仲良くなって相手を見てからパーソナルな話を聞いた方がいいと思います。リリーはどう思う？30年近く日本にいるため、こういう質問は結構今までされてきましたね。私は結構慣れているので全く気になりません。でも最近よく聞かれるトランプどう思うとか他の政治の話はちょっと戸惑いますね。もちろん YouTube で文化の話たくさんするので YouTube のコメントとかでは全然気にならないですけど、 YouTube 外で聞かれるとちょっと戸惑います。なぜなら欧米の場合でしたら、特にアメリカ人の場合は宗教の話だったり政治の話は初対面の人とはあまりしません。日本育ちですがアメリカ人の親の影響が強いので、やっぱりここはアメリカ人の感覚と似てると思います。皆さんだったらいかがでしょう？いきなりパーソナルな質問されたら嫌ですか？気にならないですか？ぜひぜひコメントの方で聞かせてください。ではそんな感じです。本当に育った国や文化によって会話のマナーがいろいろですね。違うっていうのは全然悪くなく、その違いを知っていくのは楽しいですね。皆さんいかがでしたか？びっくりしましたか？正直な意見を聞かせてください。またこのようなテーマで動画作りたいと思っているので楽しみにしててください。ではまだ暑い日が続きますが、皆さん一緒に気をつけてこの暑い時期を一緒に乗り越えていきましょう。I hope you have a nice day. See you next time. Goodbye. Thank you for watching.